はい、今回並べていくのは2009年世界選手権の黒オンジュレイ・ニコルさんと白中村茂九段の対局を並べていきます。この黒の方はチェコの方なんですけれども、ちょっと私正確な発音わからないんですけど、ググったらオンジュレイという風に聞こえたので、そういう風に発音しました。一応この動画の中ではニクルさんという風に呼んでいきます。で、このね、対局は結構、数ある世界選手権の対局の中でも有名なものとなっております。どうして有名かっていうのは、これを言うと、対局の内容だとかの若干ネタバレになってしまうので、もしもそういうのを先に聞きたくないという方はね、早送りして飛ばしてほしいんですけれども、それで話しますと、中村茂九段というのが、この時、世界選手権に出るのが3回目なんですね。で、世界選手権最初の方は、何戦やるのかっていうのが割と定まってなくて、今では、12人の総当たりってことになってるんですけど、それが定まったのが、ちょっと明確にいつなのか分かってないんですけど、ちょっと後の方でして、で、中村茂九段は、第1回と第2回の世界選手権に参加しまして、それが、16勝2分けというね、無敗なんですよね。で、優勝されています。第1回も第2回も。なんですが、今回ね、その後久しぶりに出たのがこの2009年の世界選手権ということになりますけれども、このニクルさんとの対局で、なんと中村九段が負けてしまうんですね。ということでね、伝説が終わった瞬間ということでね、この対局は、しばしば話題に上がる一局ということになっております。またその内容もね、結構すごいので、ぜひ楽しんでください。というわけで並べていきます。線形は、1、2、3、4、5となりまして、この当時ですとね、全然この黒5っていうのがどういう形かっていうのがまるで分かっていなかった時代ですね。なので、現代だとね、いろいろ何が黒が良して、何がどの進行ダメとかいう話はあるんですけれども、この時に関しましてはね、ほぼ2人とも初見に近い状態でやってると考えていただいていいと思います。そして白6は、こうしました。現代ですと、白6というのはね、こちら側に3を引くのがね、より優れた受けというふうに言われているのですが、で、止めた後に、こう止めさせた後に、ここに止めて、これが、例えば黒の次のね、こういう飛び3を打ってきたときに、ここからね、止めて先手で取れるようにしてるんですね。なので、こう素直に受けるのではなく、先手での切り返しを狙うというのがね、この形の白の本筋と言われているのですが、この時はね、そんな、なんていうか、共通認識はありませんので、白6とね、じっと受けました。これは自然な手ですね。中村九段は結構、自然な手がすごく多いというか、そうですね。なので、いかにも打ちそうな手だなっていう感じが個人的にはしますね。そして、黒は7と打ちまして、これはこの白の斜めを止めながら、黒は縦の剣先を作りましたと。で、白はこのように止めます。白も連と剣先をね、たくさん作るっていう意味合いで言いますと、例えば、この方がね、効率がいいと考えられるかもしれませんが、この8っていうのがちょっと内側にこもってるっていうのと、こうやって手順にね、黒9と返す手がさらにね、形よく連を2個作れますので、こういった白8よりも、こうじっとね、受けておくという手の方が勝るとされてますね。あとね、この白2とね、白8は桂馬の位置になってまして、なので桂馬の網に組んで完封を狙うというのが一つの白の構想となります。ただ、
白はね、早い攻めがなかなかないっていうのが結構難点で、なのでしばらくは黒の言うことを聞かないといけないというのが、この戦型のね、白の大変なところですね。で、黒の方は、生きて相手に何か隙を与えると、いきなりいい形を作られてしまう。例えば、シンプルに、こういう風にね、止められるだけでも、次に放っておくと、3から3で来るとか、こちらから3から3、もしくは飛び3で、いっぱい来るとか、そういう話があるので、結構黒もね、油断してると、すぐにいい形を作られてしまうので、ここからのね、数手はすごい大事ということになりますね。そして実戦で黒のニクルさんが選んだ手がね、これすごいね、素晴らしい手で、黒9とここに打ちました。これはかなり急所ですね。これどういうことかっていうと、この黒9自体はね、特に、でも無失礼は罪残してるのかな。一応、攻めの筋としましては、3引いて、飛び3して、飛び4を伸びて、飛び3してというような手があるんですけれども、これがね、厳密に積むかどうかっていう話は置いておいて、積というか、それなりに、手数が続く攻めがありますよ、ということなんですが、対しまして、例えばね、こういう風に打たれたときですね。こういう風に打たれたときに、先ほど、白はこのように打つ筋があるという話をしていたんですけれども、この白14のね、さっきだったら3になるところをあらかじめ止めているっていうのがね、この黒9の意味合いですね。で、なおかつ、こういう風に打っていったときに、黒はこの場所に石を入れることができるんですね。で、それがね、この形の大事なことで、よってこの白10に打たれたときにはね、このようにね、黒11という手で、この場所にあらかじめ利きを残しておくと、白10を直接受けることなく、黒がね、攻めを継続することができます。これは専門的には牽制と呼ばれるテクニックなんですけれども、そういうね、結構すごい狙いを秘めた一手ということですね。この黒11を打つ前に、こうやって3を引くとか、こっちには引かないかな。こっちには引かないと思いますけど、単に打つのか、あるいは、あんまりないと思いますけど、一回受けといてもいいかなというようなことはあるんですけれども、おそらく、黒11はこのような方針だったのではないかなと想像します。なので、実戦ではね、白はこのように受けました。すぐにはちょっと強い攻めができないということで、次に、満を持してこれを狙うということですね。あとはこの白10の位置自体はすごいいい手で、シンプルにこの辺に打ってもかなり単発で強い手が打てるので、このあたりはね、白の主張ですね。で、黒はここからどういう風に攻めを継続するかというのが一つの課題ということになります。で、本譜では11とここに打ちました。これは、ちょっと内側にこもってるようなんですが、レーンを2個作ってるっていうのが結構大事で、直接的には、3から3とか、3とか、こちら側にもあるんでね、いろいろ攻め筋が発展性があるというのと、白の、こういう手をね、あらかじめ、この斜めのラインをあらかじめ止めてるといった意味合いがありますね。なので、この黒11は攻防手ですね。そして、白12、黒13と打ちました。この黒13は、6と8からできる桂馬の網を破っているいい場所で、なおかつ、ここの連と、横とね、斜めに連を作っているので、絶好点ではございます。大事なことは、仮に白がこう3を打ってきても、こちら側に止めることによって、次の3をこの4で取り返すことができると。
で、まあ、ここですとか、ここですとかから、追撃を狙えるということですね。まあ、よく注意しなきゃいけないのは、こういう手を打った後に、白にね、背負いがあるんじゃないかっていう話がありまして、まあ、例えば、こうやって打つんですけれども、まあ、これは、4をいっぱい打てるだけで、特に攻めが続かないので、黒としては問題ないということですね。まあ、ただね、これは対局者はもちろん読めてるからやってるのであって、私たちがこう実戦でやるときはこういうのを確認しないといけませんね。で、まあ、なので、まあ、14という手はちょっと打てないということで、こちらにシンプルに受けました。で、15、16となりまして、これ結構次の手が私印象的なんですけれども、17とこうしたんですね。まあ、これ確かにレーンを2個作って、なおかつ、この横のレーンとこの斜めのレーンとも相性がいいので、すごくいい場所なんですけれども、なんか結構個人的に盲点に入りやすいなって思ったんですよね。なんでだろうな。なんか一応こことかここになんか白の抵抗する種が残っているっていうのと、なんかこの15、16でなんか白が外側に一周回るから、まあなんか2個作ってるとはいえ、ちょっと抵抗があるのかもしれないなとは個人的には思ったんですけれども、これがね、まあ素直に黒の上下の攻めを連結させる手ということで、おそらくいい手だと思います。そして、白18とここにレーンを作りながらこう受けるのですが、ここでね、この対局でおそらく結構話題になった次の一手が出ます。まあ、興味のある方はね、ここで止めてちょっと考えて、どこに打つのかな、などと思いながら見てみるといいかなと思います。これがですね、19と打つ手ですね。でこれが、どうやらものすごいいい手で、白はちょっと痺れてしまったということのようですね。まあ、このあたりの進行が、中村九段としては、誤算だったようでして、まあなんか、こうなるんだったら、ちょっと18を変えるとか、まあもしかしたらですけど、なんか白10をこちら側から止めておくとか、まあそういうようなことを考えなければいけなかったというようなことをね、以前なんかおっしゃってた記憶があるのですけれども、ちょっと私うろ覚えなので、ちゃんとは覚えてません。でこれがね、すごい受けにくい手で、まあこういう17、19みたいに広いところに飛び出されたときは、まあ、こうやって今作った連っていうのを止めたいんですよね、通常は。まあ、それはこういう手なんですけど、ただこうしてしまうと、3から4、3というすごくシンプルな攻め筋で黒が勝ってしまうということで、まあ、こういう手ができないと。じゃあ先手を取る手はないのかっていうことなんですけれども、例えば、ここに3を打つと、こう飛び3で取られて、止めて、飛び3を打たれて、止めて、資産が作られてしまうと。で、こう打つと、こうなって、この狙いが止まってないですね。まあ、なので、かなり受けるのが大変なんですよね。まあ、この局面を私がパッと見て受けるとしたら、こういう手なのかなとは思いますけれども、でも、こう止められた時に、次の手が結構難しい。これどうすんだろうな。こういう感じなんですかね。で、この手は、放っておくと、まあ、こういう場所からね、攻めていけるので、まあ、白も攻めの種は残しているのですが、こうじっと受けたり、じっと受けたりされると、ちょっと先手を維持するのが大変そうかな。もっと効率のいい切り返しもあるかもしれないですしね。まあ、なので、ちょっと白はね、この黒19の威力を消しながら受けるっていうことが難しいんですよね。まあ、というわけで、本譜は、一度この飛び3を入れて様子を見ることに
しました。これはおそらく中を止めてもらえると、どこかでこういったような手が入るというような読みかなと思われます。これが実際に入るのかどうかわかんないんですけれども、多分そういうことかなと思います。なんですが、本譜はこちら側から受けられてしまいます。で、これが結構受けるのが、大変でして、放っておくと4から3というようなね、塩入れ勝たれてしまうので、白は何かしら受けないといけないんですけれども、先ほどの議論によると、ここか、ここに止めるしかないのかな。でも、こうすると、これは、依然として完全な後手なので、ちょっと辛いなということですね。というわけで、本譜は、この飛び3の筋を温存して、こちらを受けてます。なんですけれども、ここからの黒の攻めもよどみないです。それが、23、24、25、この手飛び3ですね。26、27、28、29となりました。本譜はこちらを止めているのですが、こう止めてしまうと、3を引くのがぴったりですかね。白をね、ここに資産があるんですけれども、斜めと立てて資産なんですけれども、黒のこの返す手が4で、これ止めるしかないんですけれども、止めると4から資産で勝たれてしまうということで、どうやらこの図が持たないと判断したのだと思います。本譜は30でこちらを受けました。で、実戦だとね、結構こっから寄せるのも大変っていうかプレッシャーかかるんですけれども、黒のね、正確な打ち回しが光ります。31と3を引きます。そして白は4から4ですね。これ先ほどこの30に石を入れた効果で、ここに先手で入れることができると。ただ、依然として、例えばこういう風に打ちましても、こうやって、こうやって、こうですとか、で、黒のね、塩いがあるので、白は反撃できないんですね。何か受けなくちゃいけないというのが白の辛いところで、本譜は4を伸びてから、こうしてます。これは仮に4を伸びないと、どうなるのかな ?4 を伸びないと、先に打たれてちょっとまずいっていう判断をしたのかもしれないですし、もしかしたら時間がないっていうことかもしれませんね。本譜は、4を伸びてから、ここに止めてます。そして、黒は、飛び石を打ち、白40は4なので、ここで受けるしかないんですけれども、でこの40は飛び3ですね。41、42、43と、この飛び3を解消しまして、44。次の手が、決め手になりましたかね。45と打ちました。45がね、おそらく、いろいろ決め手自体はあると思うのですけれども、多分一番綺麗な決め手だと思います。具体的に言うと、この手を放っておくと、ここに資産を打って勝つか、4から資産と打って勝つという、2通りの勝ち方があるので、白としてはここに止めるほかないのですが、そして、47と打たれたところで、本譜は白が投了しました。投了図以下は白48となるんですけれども、黒49で資産勝ちですので、これは投了もやむなしということですね。いやこの棋譜、私はリアタイしてたんですけれども、つまりその中継をね、見てたんですけど、当時は中村茂名人が出ればね、絶対勝つみたいな圧倒的な信頼感があったように記憶しているんですけれども、そういった空気感の中でね、この棋風が出てきて、
黒がよどみなく勝ったというのはね、かなり個人的には衝撃的だったということを記憶してます。いや、今見てもすごいね。いや、これ棋譜見てると、なんかすごい簡単そうに勝ってるように見えるんですけど、なんか私が見てると、結構なんか11っていう手もなかなか打てるかわからないし、まあ12ってきたら13打つかな ?13 打つか。で、15、17もなんか私だったら打てるかわからないし、で、19は多分、私だったら思いついてないと思うので、多分私が打ってたらこの曲勝ててないんですよね。まあ、なので、かなりね、すごい手を黒が連発して勝ったということなんですけれども、いやこの曲は黒のニクルさんの解消譜でした。というわけで本日は2009年世界選手権の黒ニクルさん、白中村茂九段の対局を並べていきました。ご視聴いただきありがとうございました。